当たってもねってなっちゃう、全然かかってない感じですね、音聞いてほしいな、このツッっていう引っ張りながら横いっぱい腰使わないでストンと落とす感じ。ドライブの時は割とこれぐらい距離取るんですけど、低めにしてるんですね。かけるだけでほとんどかける間は危険なことをやる必要はないかなって私の考えなんです。ニーハーリンリン。はい、ということで、今回は、つっつきの話のその次です、はい、ドライブ、はい、ミート打ち編でございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。つっついて、はい、つっつかれた球に対して、はい、ずっとつっつきでもいいんですけど、はい、こちら側からちょっと仕掛けたい、はい、攻めていきたい、はい、って言った場合に、はい、やっぱどうしても取らなければいけない道が、はい、つっつきのボールをドライブしたいがミート打ちしたいっていうことが絶対必要になってくると思うんですね、はいはい、なので、そちらの方を初心者向けに、はい、教えていただけたらと思います。はい、はい、どうですかドライブ。そうですね、私表ソフトだから、はい、正直ミート打ちとドライブ両方するんですけど、安全派なので、8割ドライブで2割は、ミート打ち。はい、で裏ソフトだと割と基本はドライブループドライブと、速いドライブとかになるんですけど、特に表の場合は両方やるので、ちょっと説明しやすいかなって思います。なるほど。はい。どうですかね、こちら。基本的にはそのループドライブと速いドライブをやります。打球によってあと相手の続きのボールの質によって進む場合を変えられる。ボールをつかむ感覚っていうのを身につける、方法だったりとか、コツというのも、あります。これは必見ですね。はい、じゃあそちらの方も踏まえて、ぜひ紹介してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずフォアドライブの方から説明していただけますか。はい。よろしくお願いします。一番最初初級の段階ではラケット台より少し下の方が無難かな。最初は簡単なので。イメージしやすいです。台より少し下。あと大事なのはラケットとボールの距離あまり取りすぎない方がいいです。近いところ、本当ボールのすぐ下、こういう感じでここからここまででいいので、こういう感じで取らないですね。バックスイングをこう取らないで、ストンとちょっと落ちるぐらい。で近いところで持ち上げるなんだけど、でも最初はこのボール来てるタイミングとでバックスイングテイクバックをこのバックスイングを取るタイミング結構合わないんですよね最初、そうするとボール来てからこう取ったりすると、もうすごい急いでる感じでちゃんと擦れない。例えばドライブ今日からスタートでよ、中学生とかレディースの方では、ラケット最初下から出るのがおすすめします。もうテイクバック取ったところから取った状態です。はい。そうですそうです。本当は1、2って持ち上げるんだけど、1もう最初からここで待ってる感じ。でボール来たらもうそのまま持ち上げるのみになった方が覚えやすいです。はい。まさにだから今掴む感覚をまずは得るために、そこからスタートしようということですね。でこれ掴む感覚というのはどういうふうになったら掴んでる証拠になるかというと、やり方があります。短く入れることです。よく中国でもやってたのは棒とか矢印とかタオルでもいいし、台の真ん中ぐらいに、真ん中より3分の2ぐらいところに置いて、でその内側に落とす。なるほど。感覚、だからボールを持つ時間が短いと結構長くなってしまうので、ボール高くてもいいので短く入れる練習をするとこのボールを掴んでる持つ時間が長くなるので掴む感覚を覚えやすいです。なるほど。最初の段階はやっぱ歩く練習、ループドライブ、先のその短く入れる練習、一番最初にした方が絶対いいです。例えばトップ選手とか見てるのはこのループが、レシーブの時はたまにやるんだけど、いざ自分から決めに行く時全部パーンっていくんじゃないですか。すごい速いドライブ、スマッシュドライブみたいな感じで最初からそういうドライブ速いドライブしていくとものすごく難しい。だから一か八かでもう全然入らなくなるんですよ。だからトップ選手いっぱい入ってるというのは最初はその掴む感覚、そのループドライブも山盛りにもうクリアしているので、もう完全にマスターしている状態なので、だからその速いドライブやっててもミスがすごい少ないので、最初からその速いドライブやってしまうともう本当に一か八か。なるほど。はい、今の中学生高校生よくやりがちなのは、YouTube の方見ててみんな完成品見てるから、
トップ選手とかもう速いドライブしかやってないですよね。だからドライブはもうほぼその一種類、かっこいいしね。だから回ったらもうバーン、もう全部オーバーです。オーバーが、自分がオーバーがネットがどうやってミスしてるか分からなくて、たまに入って自分がびっくりして、あ、入ったんだみたいな。そのラケットを持ってボール掴む感覚がないので、入っても入らなくても自分で感じないぐらいなんです。なるほど。はい。そこはすごく危険ですね。ちょっとじゃあ一回それをやってみてもらってもいいですか。はい。そう、ここで最初この状態の方がいいです。なるほど。もう下で待ってる感じ。そう、ね。あとボール来たらもう、はい、持ち上げるだけなので、これもう一つ下から待ってる感じだともう一ついいところは、もうこの待ってるところからもう力抜いてるんですよ。だからこれでボール来たら持ち上げるのみになってしまうので、力入れるの1回だけ。で最初はこの感覚を分かんないと、ここからスタートして1、2もうバックスイングから力入ってしまうので、結構ロックかかってしまうパターンが結構多くて、最初の段階は下で待ってた方がうまくいくパターンが多いです。そうそうそう。ちょっと一ついいですか。打つ前にこうラケット下下げた時、手が伸びてないんですよ。だから一応脱力で下に下げとくとはいえ、肘は少しこう曲がった状態で下げるっていうのはやっぱポイントですか。そうですね。はい。まっすぐ伸びてしまうとラケットと顔の距離遠すぎて、もうコントロールしづらい棒みたいな感じになっちゃうんですよ。なるほど。すごくもう感覚とかなくてコントロールしづらくなるので、だから少しでも曲がってる状態。なるほど。はい。これぐらいでもこれぐらいでも。でそれで体でもで。なるほど。はい。でちょっと右肩が少し下がるような感じでもいいと。そうです。はい。で右肩は下がらずに手だけ下がっている方非常に多いです。こうなっちゃうってことですね。非常に多いです。なるほど。はい。最初はもうこのフォルム作りというか、最初から肩作りがすごく重要になってくるわけですね。そう、下で待ってて持ち上げる時だけ力入れる。なるほど。なるほど。ありがとうございます。でダメな例は肩揃えて手伸ばして、でこう来てから引いて上げる。そうです。ちょっと一回じゃあそれ悪い例。その手伸ばしてもいい。なるほど。うまいなでもこれ。たまにこう当たれば入るような感じですけど。はい。もうメイコジを持つ感覚あるから。で悪いあと膝はこの両膝一緒に下にしゃがむんですよね。なるほど。そう膝はこの右膝だけでしゃがむんですね。こっちはですね。あれはこうダメ。なるほど。悪い例からすごい強い球がどんどん成長してできるようになる見えなかったですやっぱり。でもいい例の時は本当これしかやってないんだけど、これがだんだんこう大きく力強くなってた時にすごくいいフォームになるなっていうふうにはやっぱりスタートラインで全然違うなっていうのが分かったので、やっぱ最初こういう感じで覚えちゃうのとかは良くないなっていうのは。そうですね。はい。結構こういう感じでもうストンとボールの近いところがいいんですけど、ここで腰使ってしまってこう回すんですよね。こう回した時にボールとの距離、ラケットとボールの距離が結構遠くなるので、この距離だと悪いとかじゃなくて多分自分でコントロールできない距離になってるから、だから摩擦があってもミスが結構多い。難しくしちゃってるんですね。そうです。しすぎることに。はい、そうです。例えばメイコジはここまでパッて引いてでもこれぐらいの距離取ってでもコントロールできてるんです。いわゆるボール触った瞬間の掴む感覚が出来上がってるから、多少体で取っても回転かけれるんですけど、で最初ループドライブが完成する前に距離取ってしまうと、結構ミート打ちみたいな感じでもうパコンってなってしまって結構ミス多いです。はい、掴む感覚もちゃんと擦れない感じ、安定しない。引きすぎ注意ってことですね。そうですね。はい。いっぱい腰使わないでストンと落とす感じ。だから右肩が右に落ちる感じでいいので、この腰こう回したりしてたら、何にもバックスイング取ってなくてもボールとの距離自然に遠くなってしまうんですよ。なるほど。そこを要注意です。なんか結構こうボール転がして台からこう出るところを擦るみたいな、よく見たりしますけど、やっぱそういうの大事ってことですか。はい、やってました。はい。した時やったね。ボールこうただこう転がしてって、そうです。ちっちゃいフォームでそうです。はい。これ距離取ったらマジ無理ですよね。はい。近いところじゃないとつかめないので、その感覚です。
バックドライブの最初のスタートを教えてください。足の方はもうほぼ平行足ぐらいで、よく言えば右足のつま先部分は若干前の方がバックやりやすいです。なるほど。平行足を目安に、考えてくれればいいと思います。でスタンスはバックハンドと似てるような感じで、自分の肩幅よりは広げる感じで、最初の段階は両足の真ん中ぐらいでいいかなと思います。少し上手くなっていくと、体もうちょっと使っていくとラケット若干左から引くパターンもあるんですけど、最初は両足の真ん中ぐらいの方が簡単です。持ち上げやすいので。でバックスイングなんですけど、ここはすごく大事で、ラケットと台はほぼ平行になるよぐらいの角度です。あまりかぶせすぎない、手首もこうまっすぐにするとこう斜めになってしまうね。なるほど。これだとストレート非常にやりづらくなって、手首使おうとしたら横に飛んでいくんですよね。最初の段階はやっぱその、台とほぼ平行になるような感じで、フォワード同じく台より若干下、これもこういう感じで取らないで、もっと上手くなってから多少これ羽は取ってもいいんですけど、最初の段階はこれやってしまうと多分一か八かのボール多いです。距離取りすぎて全部ミート打ちになってしまってうまくいかないですね。やっぱフォワード似てるような感じで、まず台の近く、ボールの近く、ラケットちょっと下ぐらいで、でメインは手首横に回すことが大事です。手首でボールを掴んで、上に引っ張る、これだけでも入るんですけど、上のみにしてしまうと、すごい力でじゃないと前に飛んでいかないので、弧線が出ないから。で引っ張りながら横に持っていくと手首ね、そうするとネットを越える曲線がきれいに出るので、それはすごくもう持ち上げやすくなります。なるほど。ではこういうふうに紹介していくと、結構子どもたちもこうから上に引っ張らずにそのまま横に、このままでもボール飛んでいかないので、ちゃんと上にこする動作と回す動作を同時にやっていく感じ。ゆっくりすると上横で、この動作を同時にやっていくんです。引っ張りながら横、引っ張るのみではなく、横のみでもないし、回すのみでもないし、引っ張りながら横で、軸のところやっぱここメインで、プラス前腕になる。特にレシーブの時はここだけになってしまうパターン結構多いと思います。ちなみに体とラケットのこの距離関係っていうのは近い方がいいですか、それともちょっと離れてそうですか？これ離れすぎると体の力が入らないので、でも近すぎるとちょっと詰まる感じなんですけど、例えば100馬で距離だったら、台と体100馬だったら、ラケットとボールの距離が4割、3割から4割で、6割、7割、6割ぐらいかな。ラケットとボールの距離が4割ぐらいで、若干3等分になっても若干ボールに近い感じがいいです。じゃあ台と体でいうと、台と体の真ん中ぐらいでいいぐらい、考えてくれれば、で気持ちは若干ボールよりなるほど、の方がいいです。なるほど。最初の段階ね、もちろんこの上手くなっていくと、もうちょっと少し体の方に引いてももっと威力は出せますけど、最初の段階は距離取ってしまうとものすごく難しい。バックドライブもものすごく難しくなるので、一番最初言ってた、ラケットの角度なんですけど、これ最初の面もかぶせちゃダメのと、こうするのはダメというのは、まずボールが当たりやすいようにしたいです。なるほど。面がこうなっちゃうと当たりづらいです。角に当たっちゃう、角に当たる可能性もあるし、でこうなるとこっちの角に当たる可能性もある。それから指に当たる可能性。まずボールを当たりやすくして、そこから何かをしていく。そうすると簡単にタッチできるのと、摩擦もしやすくなる。この動作があるからゆえに、まっすぐ状態でやるとか、そうですそうです。かぶせてこうやってやろうとしないで、同じ位置、ネットとかと同じ面。そうですね。最初はフォワード似てるような感じで、ここで待ってでいいです。なるほど。ここで待ってでもらって、ボール来たら手首だけで、球出す方も最初の段階あまりカツンって切らないで、ちょっと回転かかるぐらい、かかってるかかかってないぐらいでいいと思うので、こっちは下から手首本当に触って、簡単に触れるのと当たるのと、あとちょっと回すだけで入るぐらいがベストなんですよね。何も苦労しないで持ち上げれるのが一番ベスト。なんかこうしてしまうと最初から力んでいっぱい力入れてるんだけど伝わらない。本当はこう軽く持ち上げれるものが、最初のバックスイング角度によってものすごく複雑になるパターンもあるんですよね。打つときに、
つま先に重心乗るんじゃなくて、ちょっとくるぶしとかかかと寄りの方に乗ってドライブしてたように見えたんですけど、卓球ってあんまつま先のイメージありますけど、あんまそうしない方が前かがみになるような感じにならない方がバックドライブはやりやすいですか？基本的にはロングボールは、前の方に行く、つま先の方に行くんですけど、上回転のボール、そう上回転のボール、でドライブするときに、最初はつま先なんだけど、で持ち上げる瞬間は後ろに力を移すんですよね。つま先から徐々にこう、くるぶしの後ろに、逆なんですね。そうっていうのは下回転を持ち上げたいので、前に行く力じゃなくて上に持ち上げる力でもこれは結構みんなやりがちなのはロングと似てる感じで前なんですよね。これ前に行くと回転を殺せないパターンが多いです。上に力入れたいのに体は前、矛盾してる感じですよね。で体もラケットと同じ動作をするのがベストなので、イメージとしては体もドライブ、ラケットを置いたら体もドライブしてる感じ、体。じゃあもう後ろ重心しながら打つぐらいがちょうどいいってことですね。体でドライブしてるようなイメージがいいですね。絶対このパターンはダメですね。こっちじゃないんですね。これはロングのミド打ちは OK です。上回転のボールが来た時だけこれそうですそうです。下回転のボールに関してはこっちの方がやりやすいです。まずはこっち。重心は頭の後ろの方、後ろに行くぐらいの勢いで持ち上げやすいです。後ろに行くと。最初の段階ね。最初の段階ですね。でもっと上手くなっていくと自分で微調整しながら、ここまででも、速いドライブでもループドライブでも自分でいろいろ微調整ができるので、最初の基礎の段階はそうやった方がいいと思います。ありがとうございます。これ小級でもレベル高すぎる。でも綺麗なこういう真似していただいた方が。そうですね。あれですね、肘がぐらぐらしてないというか、前出たり後ろ下がったりとか横にずれたりしないで、結構肘の位置が安定しているように見えますね。そうですね。で手首ここをメインでボールを掴んでいる感じ。押そうともしてないし。なるほど。あとこの左手は重要ですか？ラケットと左手の位置が同じように見えるんですけど、この左手重要ですか？はい、すごく重要。バランスをよく取る。なるほど。これが上がっててもダメだし、下がっててもちょっとずれやすい。なるべく両方。このままでやる方もいれば、こう一緒に女子の方とか一緒にここからビョンで上に上がる、こう上に行く感じもでもそれでも構わないです。なるほど。男性の方だと割とパワー結構多いので、このまま女子だと割と上に行くパターンが結構あるの、それは構わない。でも下は足らんはダメですね。なるほどなるほど。でなるべく同じところに置いといて、で今初級編なので、あんま動かさずにこんな感じで最初はそうですね。揃えていくという。だから両手で少し一緒に持ち上げるような感じでも構わない。体回したりとかではないんですね。しない方がいいと思います。最初みんなこういう感じで、小級の方はこういう感じで回してそのドライブしてくれると本当助かります。この音聞いてほしいな、このツッっていう掴んでる音。足、下半身は全体使ってない。今ほぼ手だけでやってるんですね。初級者をするときにはまずこのお手の感覚を身につける。でその後は下半身の力と股関節の力を一緒に入れるとこのボールの威力を増やす。スピードドライブになる。じゃあ腕の力を増やしていくわけじゃないですね。腕はあくまで掴む動作。後々は下半身とか腰の力でパワーアップさせていく。そうですそうです。みんな結構いきなりもう手だけでバーでいく。完全に手打ちみたいな感じ。下半身とか抜けても全部手打ち。だから入ったらすごいいいボールなんだけど、なかなか入らないっていうのはそこにあるんですよ。なるほど。まず当たらないってことですね、これ。当たりづらくなる。カードに当たる可能性もあるし。もう当たってもネットになっちゃう。なるほど。全然かかってない感じですね。なるほど。最初から手首がちょっとロックかかってる感じの方もいるんですよね。最初バックスイング取るときにこうするのもこうするのもどっちでも力入っているので、だからどっちもしないでなんか自然に下の方でキュッてリラックスしてあまり力入ってない状態がいいですね。もうラケット持ってるだけの。そうですそうです。そこからキュッて回す直前に力加速し始めてキュッ。で結構ここでキュッと力入ってしまって、でそれからいかないそれ以上いかない
方が多いですよね。打つ前に力むというのは絶対良くないということですね。はい、力入れなくなるので。なるほど。はい、力加速するために入れるために最初抜くことはできてないと入れることもできないです。じゃあもう常に脱力を意識して、はいまあ練習していく。そうですね。いくと。はい。ありがとうございます。ミート打ちっていう、下回転のボールを、こするではなくちょっと弾くような打ち方もあると思うんですけども、その初心者向けの、レクチャーをしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、一番やってほしくないのは、ラケットの面で調整することなんです。ロングボールこう打つんですよね。下回転を同じように打ってたらレッドミスになるんですよね、下回転のボール。だけどこの場合は、まずラケット下に持っていた方がボールより低めの方がいいんだけど、それでラケットの面をこう変えていく方多いんですよね。切れてるから面を変えて、それからなんかのけ打ちみたいな感じ。あれがここの動作早い人はいっぱい練習あれば、結構入る方もいるんですけど、あれ非常に難しい。面をこうグラグラさせながらなんかアプローチするっていうのは難しい。そうですね。はい。こう面あんまり変えないで、フォアハンドと同じようなやり方。なるほど。で、同じようなフォア打ちはこうですよね。で、下回転はこのままだとネットミスになるから、このままの状態で重心もラケットも少し低めにする。で、最初は入れるためじゃなくて、ネットミスに向けてやってほしいです。入れようとするとどうしてもボールタッチする瞬間が面が少し上に上げるんですよ。入れたいから。最初はみんなできないからどうしてもこの動作が出ちゃう。だから最初は入れないでほしい。全部ネットミスに向けてやってほしいです。こういう感じでいいです。こういう感じで。これなんでネットミスになっているかというと、回転に負けてて同じ高さになっているから、でこれをちょっと低めにする感じ。低めにしててもまだネットミスに向けてやるんです。絶対こういう感じでやっちゃいけないのはこれです。あとこう打つ瞬間にこれです。これは絶対やらないでほしい。だから最初は入れちゃダメなので全部ネットミスに向けてやる。でここからこういう感じでこうやっていくとどんどん良くなっていくとこういう感じでこのボールを弾くする感覚を覚えるようになったら少し角度変えないで打つ向きを少し変える。今こう打ててネットミスしているのでここからこっちじゃなくて若干上に向けて打ちます。なるほど。今度入れますね。同じ角度で。ちょっと変えただけです。さっき入らないのはここからこうなんです。なるほど。こういう感じで打てたので、こういう感じで打てたので、向きだけね同じ角度でここに打つかここに打つかによって入るかネットミスかになるんです。最初ネットミスになるボールでも前に押してじゃなくてどっちでも畳んでるんです。どっちでも畳んでるんだけどスイングの軌道が違うんです。ここに行くのかここ若干上に向けてスマッシュするのか。当たった後、ミスしてた時は、こう飛んでくボールと同じ方向にラケットが動いている、高さが、で入った時は、飛んだ後にラケットが少しこっち行ってる時に入ってたんで、そうですそうです。だからどっちでもこれを折る動作はこれはどっちでも必要です。これがないともう入らないので、打つ瞬間こう前に伸ばしたらこれ一番やっちゃいけないことなので必ず折る。角度変えるわけじゃなく、フォーム変えるわけでもなく、そうです。軌道を少し上に持っていった。そうですそうです。感覚だと上にやっちゃうとドライブになっちゃわないかとか、あとボールの下からスタートするとこれはミート打ちと言わないんじゃないかっていうふうにそういうふうに思う人もいると思うんですけども、決してそうではなくて少しボールの下から入ろうが当たった後上に抜けようが弾いていればミート打ちってことなんですね。そうですね。弾いてればミート打ちになる。あとラケットとボール同じくらい高さでネットミスになったボールは本当はこういう感じでいっぱい練習してもうめちゃくちゃこの折る動作が速くて瞬発力があってパワーが強い方はこのままでも入るパターンもいるんです。っていうのはパワーで回転を殺してる感じで入れます。だけどほとんどそれはほとんどの方が難しい。なのでボールより回転がかかっている場合はミート打ちにしてもボールよりちょっと低めの方がおすすめ。同じぐらい高さよりは若干低めで平らにスマッシュするよりも若干ほんの少し上に向けてスマッシュするのがミート打ちするのが入りやすいということになるんです。これドライブとミート打ちの足の使い方の違いとかってあるんですか？大体似てるような感じです。似てる感じですね。でミート打ちするとき私が気をつけてやっているのは、顔とラケットの距離もうちょっと縮めるんです。
なるほど。よりコンパクトにはなるってことですか。そうですそうです。はい。じゃあ一回ちょっと2球くらいドライブやって2球くらいスマッシュします。はい。ドライブの時は割とこれぐらい距離取るんですけど、スマッシュの時は重心低めにしてるんですね。なるほど。低めにしてやってるんです。重心低めにすることによってボールが高く見えるので、ちょっと気持ちはミートしやすくなります。なるほど。はい。で、ラケットと顔の距離も縮めたので、ミート打ちするときはドライブより。はい、じゃああんまり遠心力を使おうとしない方がいいってことですね。はい、ドライブの時はどちらかといったら、まあ遠心力っぽいイメージあるけど、回してさ、まあ最終的にも回していくんでしょうけど、ミート打ちは最終的にこうバコーンっていうようなものではない。まあどっちかというと多少は使いますけど、コンパクトに使ってる感じ。ドライブよりはコンパクトに。はい、かなりちっちゃい感じで、コンパクトに使ってるようなイメージでいいかなと思います。動作は小さく、はい、小さく、なるべく小さく。はい。あとボール打つ瞬間は加速することです。これライジングっていうか打点速いとか、一番高いとか遅いとかでいうと、どの辺イメージしてますか？ミート打ちする場合は最低でも頂点ぐらいですかね。頂点が一番無難、でもっと上手い人だと頂点のやや前、ちょっと低めだけど、それを狙える人は結構ボールが鋭い、いわゆるちょっとプロ選手に近い状態で、それは相当練習しないとミス多いので。ドライブだと頂点から落ちてきてもできるような感じですけど、ミート打ちは頂点から落ちてくるとより難しくなっていっちゃう。難しいですね。ボールやっぱ結構低くなるのでミートしづらくなります。そこがドライブと全然違うところですね。ミート打ちは頂点からより速くなっていくとよりレベルが上がっていくみたいな。そうですそうです。はい。で下げるとあんま良くないと。はいはい。どっちかというとミート打ちはちょっと危険なことって思った方がいいと思います。はい。ミート打ちメインでやる方でも2、3割ぐらいはドライブを加えた方がいいと思います。例えば表でも片面で基本はパクンパクンミート打ちだけど。表っていうのは回転に少し敏感というか回転に弱いっていうのは、上手い選手だとみんな知ってるので、だからカツンで効いてくるとか横回転かけてくるとか明らかにミートできない時は、ミート打ちしかできないともうめちゃくちゃ困ります。なるほど。だからそうなった場合には2、3割はやっぱドライブでかけていく、表でも。じゃあ表イコールスマッシュっていう感覚ありますけど、そんなことないと。そうですね。そうなってしまうとやっぱ技術できる範囲が狭くなってしまうので、戦術でやられるパターンが、だから勝つんでもう明らかにそのミート打ちできないような続きが来たら、もう全部アウトですね。全部ネットミスになるので、カンって横下回転に続きかけられたら、もうミート打ちしたらもう横に飛んでいく可能性が高いので、めちゃくちゃ入りづらいですね。下回転も強くて横回転もかかってて、これ完全にもうドライブしないと入らない。続きが来た時にはそのためにもドライブとか覚えた方がいいと思います。じゃあ、下回転に対する、初心者が覚えるべき技術の、まず第一は、ドライブと。そうですね。はい。でミート打ちっていうのはちょっと必殺技というか、試合の中に2、3回使えればいいかなぐらいの。そうですね。スマッシュというのは表の場合ね、メインとして使う方もいるんですよ。それは自分のプレースタイルなので、例えば深めに握っている方とか、大きいボール結構得意なので、パチンって入る方も結構多いんですよね。この畳み具合で、もう条件反射でパコンパコンで結構ミート打ち入る方多いので、そうなった場合はミート打ち多めでもそういうスタイルで全然構わない。でもミート打ちメインスタイルでも2、3割はドライブを覚えるのはおすすめ。なるほど。はい。で完全に 100% ミート打ちじゃなくて、で私の場合はどっちかというと安全タイプなので、この人はやりやすいから入るとか、この方は合わないから全部ミスするとか、やっぱ不安定になる可能性が高いので、どんな相手でもやりやすくても苦手な相手でも基本は自分の感覚で入れるので、そうすると自分の中では8割ドライブ、表でも2割は攻める。だからそのミート打ち、ミート打ちないのも怖くないので、この人は全部、どんなボール来ても全部ループになるので、結構カウンターとか狙われるので、そう狙われないように1発か2発こうミスする覚悟でも戦術としてはミート打ちしに行きます。はい。でも全部それをやってしまうと怖いです。なるほど。じゃあ攻めの中でも、
ミート打ちとドライブではちょっと安定感変わってくるってことなんですね。そうです、はい。でドライブの方がより安定してる。はいはい。卓球の場合はものすごく性格が出るので、安全派なのか挑戦に行く派なのか、多分それによるんですよね。同じ練習やらせても同じレベルにならないのはそれなんですよ。バサコーチはそれはチャンスボールに見えたものを私チャンスボールに見えないとか、はい。だからそういう感じでやっぱ個人差が出てしまうので。だからこれいけると思っている方はパコンパコン打って全部ネットミスになっているパターンも多いので、いつもドライブで競れるんだけど、やっぱり最後勝てないんだよねっていう人はちょっとミート打ち覚えると1個上のレベルいけるかもしれないし、ミート打ちだけやってちょっと自滅しちゃってる人は表でもドライブっていうのを取り入れていくことで安定感増して自滅が減ってで負ける試合が少なくなると、ありえると、バランスが大事ってことですね。そうですね。私試合やってる時、どういう場面でドライブが多い、どういう場面でミート打ちが多めに使うか、結構使い分けしてて、基本は自分より格下の場合は基本ミート打ちあんまほとんど使わないです。もうミスしたくないので入れるだけで勝てる相手だったらもう危険を冒してミート打ちしないですよね基本。一発でパチンでビビらせるような作戦使うかもしれないけど、基本はドライブですごくカウンターとか回転がうまい。しかも仕掛けてきてかけたボールミート打ちできないからこうかけたボール全部パコンでやられる場合は、ドライブしても全部カウンターされるので、その時はリスクが大きくてもミート打ちします。なるほど。だからミート打ちしなかったら、もう可能性がゼロに近い状態なので、ミート打ちしたら半分ミスするけど、半分ぐらい勝つ可能性があるんです。なるほど。かけるだけでほとんど勝てる相手は、その危険なことをやる必要はないかなって私の考えなんです。なるほど。じゃあドライブメインでやりつつも、やっぱでもミート打ちっていうのがどっかでそのキーポイントになってくるんですね。勝負しに行きたい時はそれでもいいと思います。いつもやらないけど、10ホールでやれるかどうか、性格にもよるんですけどね。なるほど。これもだから初心者の方がそういうのを想像して想定して練習取り組んだら、なんか試合に出ていった時に戦術組み立てやすそうですね。そうですね。はい、ということで、今回は、ツッツキに対してのドライブ、そしてミート編ということでした。まずはボールを掴んだりとか、コンパクトにコントロールしていく、そこから少しずつ段階を踏んで強くしていくっていう風なことが、この動画で分かったと思います。あとはね、ドライブと、ミート打ちの違い、使い分けがあって、戦術の入れ方がそこにあるというところですごく奥が深い話が聞けたと思います。どうでしたか。ぜひ動画見てほしいと思います。オブ選手の方はいきなり真似しないで、徐々に最初の段階から徐々にうまくいくの方がいいです。今のすごく大事です。話してたこと。着実に一歩ずつコツコツとやった方が無駄な動作もなくて綺麗なフォームになると思います。焦らずに皆さん練習していただけたらと思います。ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの、再见。また見てね。再见。